2026年ワールドカップグループ A で使用される4つのスタジアムの Google Earth 空撮ツアーです。FIFA2026 ワールドカップオープニングゲーム、メキシコ対南アフリカ戦開催地。メキシコの首都メキシコシティ、かつてのアステカ王国の首都でした。アステカスタジアムです。2025年からはバノルテスタジアムの名称、ワールドカップではエスタディオ・シウダでメヒコの名称です。グループステージラウンド32、16で合計5試合。グループ A の試合はメキシコ対南アフリカ、チェコ対メキシコ戦が行われます。1966年のメキシコオリンピックの際に13万人収容で作られた巨大スタジアム。現在は8万7000人の収容。1970年、1986年のワールドカップの決勝戦が行われました。1986年大会の準々決勝、イングランド相手にマラドーナの神の手が飛び出したのもこのスタジアム。メキシコシティは標高2200メートル以上の高地。空気が薄いため、蹴ったボールがよく飛びます。酸素が薄いため肉体的に厳しく事前対策が重要な場所。気温はそれほど高くなりませんが、ワールドカップ開催中は雨季、スコールで短時間にかなりの雨量を記録することもあります。モントレイと並び、メキシコ第2の都市、グアダラハラ。美しい街で西部の真珠と呼ばれています。標高約1600メートル。選手は対策が必要になる酸素の薄い高地です。使用会場は2010年会場のエスタディオアクロン、エスタディオグアダラハラです。グループステージのみ4試合開催となります。グループ A は韓国対チェコ、メキシコ対韓国の2試合が開催。スタジアム上に何かを吊るしてありますが、ネットのスタジアム画像では見られないので、コンサートか何かの照明用の装置、もしくはボクシングのカネロ・アルバレスの世界戦があったのでその時の照明かもしれません。収容は約5万人。以前は人工芝でしたが評判が悪く、現在は天然芝に。2011年にアンダーセブンティーンのワールドカップの会場となりました。さてこのスタジアム、特徴的なのはこの外見。火山と雲がモチーフだそうです。ぐるっと回ると火山というより丘を掘ったスタジアムという感じ。グアダラハラは5月が暑さのピークでワールドカップ開催の6月7月は気温が下がる時期。湿度も低いため暑さは問題なさそうです。グループ A、メキシコ3つ目のスタジアムがある。メキシコのモンテレイへ向かいます。アメリカのダラスから距離およそ1000キロ。東京から札幌とほぼ同じ。飛行機でおよそ2時間。ダラスとの時差は1時間。メキシコ第2の都市と呼ばれるメキシコ北東部のモンテレイ。標高500メートルの都市。日本だと長野県の松本市のサンプロ・アルウィンが同じくらいの標高。今大会のメキシコの会場では最も高度が低く、酸素の薄さは気にしなくて良いレベルです。モントレイでの試合会場はエスタディオ・ベベウベア、エスタディオ・モンテレイです。残念ながら Google 産の映像がまだ 3D ではなく 2D です。グループステージラウンド32、合計4試合開催。グループ A の試合は南アフリカ対韓国戦が行われます。スタジアムは2015年開場。収容約5万人。天然芝。地元のクラブ CF モンテレイは1試合平均4万個への動員。国際大会では2022年の女子の北中米カリブ海選手権の会場。予選ラウンドは4000人程度、決勝は1万7247人の観衆でした。モントレイの観光シーズンは涼しい春と秋。夏は暑く高温多湿。ワールドカップ開催中は30度以上の気温が続きます。湿度があり厳しいです。ただ寒暖差が大きい場所です。朝と夜では気温は10度ほど違います。
過去の気温を見てみると、2025年の6月20日のモンテレイは最高気温32度、最低気温24度でした。2024年の6月20日は最高35度、最低23度でした。南部ジョージア州アトランタです。コカ・コーラの誕生の地、本社や博物館がこちらにあります。ワールドカップの試合の開催はメルセデス・ベンツスタジアム、アトランタスタジアムです。このスタジアムは2017年開場、アメフト NFL のアトランタ・ファルコンズやメジャーリーグサッカーのアトランタ・ユナイテッドがホームで使用しています。通常は7万1000人収容ですが、スーパーボウルやワールドカップなどのビッグイベントの場合、7万5000の拡大バージョンで、グループステージ5試合、ラウンド32と16、準決勝と合計8試合が開催。グループ A はチェコ対南アフリカ戦が開催。屋根付きなので空撮ですと、外観しか見ることができません。残念です。かっこいい屋根は20分で開閉可能です。通常は人工芝ですが、ワールドカップでは当然天然芝、2024年のコパアメリカでも天然芝で試合が行われました。すぐ近くに NBA のアトランタホークスの本拠地、ステートファームアリーナがあります。さらにそのそばには、メジャーリーグアトランタブレーブスの本拠地があったターナーフィールド跡地にできたセンターパークスタジアムがあります。ジョージア州立大学所有のスタジアムです。